皆さんこんにちは。中学生の麦です。神奈川県で生まれて、そこで過ごして小学6年生までずっとそこにいて、で中高は福井県に引っ越すっていう形です。よくわかんないけど福井県にしよっかって言って、自然豊かなとこにみんなで引っ越したいねって言って引っ越しました。福井はやっぱり都会にずっと住んでたこともあって、もともとなんか田んぼとかも見たことないし、地図帳でへえ田んぼってあるんだくらいにしか思わなくて、で旅行も行かなかったから、やっぱりずっとビルがたくさん建ってるみたいなところで生きてて、で福井県は田んぼがすごく広がっているし、見渡せば山があるしっていう、そういうところに行ったことがなかったので、ワクワクとドキドキがいっぱいな福井県ライフでしたね。小さい時は昨日ちょうど親に聞いたんですけど、なんかわんぱくだったようで、すごい運動が好きで、なんか木登りもするし、あとなんだろうな、毎日ずっと公園で遊んでいるような子だったようです。でも結構パワフルな親だったかもしれないですね。なんか仕事をするにしても、多分みんなが3くらいしかできないところを10くらいいろんなものを詰め込んでやるような親で、結構例えば家事もして仕事もして、でその後自分の趣味もしてみたいな、なかなかできないと思うんですけど、それをなんか軽々とやって、でさらに空いた時間にちょっと趣味でもやってみようかな、新しく始めてみたっていうような感じの親でした。やっぱり環境が変わったからっていうのが大きかったのかもしれないですね。私がだんだん大きくなるにつれて、なんか周りが塾とか行き始めて、なんか勉強しなきゃいけないっていう、いわゆるお受験モードみたいなのにみんながなんかシフトしていったっていうのも一つ大きいかもしれないんですけど、でも一番やっぱり自分の中で性格とか変わったなって思ったのは、中学生に入る時、ちょうど引っ越ししたタイミングだったと思います。小学生の時は結構多様性をなんか重視するというか、なんかみんな違っててみんないいよねっていう感じの雰囲気だったんですけど、中学はなんて言うんだろう、個性が出しすぎるとなんかこの人変じゃねじゃないけど、すごく目立ってしまうような場所で、だから結構居心地が悪かったっていうのが正直なところです。なんかちょっとでも目立ったりとかすると、やっかみではないのかもしれないけど、ちょっといじめというものにあったりとか、具体的に言うと靴が学校でなくなってしまったのが2回くらいあったりとか、あと運動着もなくなるし、とにかく何でもなくなる。であとキーホルダーが、切られてどっか行ってしまうとか、そういうなんか些細なことなんだけど、積もり積もるとなんかやっぱり嫌だよなっていうことが多かったです。当時はすごい嫌だったし、やっぱり愚痴も言うし、嫌なことされたらこういうことがあった嫌だったっていう風にすごく、そうだな、周りの人に言ってたし、なんか自分ってかわいそうな子でしょじゃないけど、なんて言うんだろう、人の気を引きたいというか、そういう感じだったのかなって思うんですけど、でもなんか何年か経っていくうちに自分の中でも消化されて、なんか自分の性格も多分その時すさんでたと思うし、あんまり過去は過去だし、それを乗り越えてやっぱり今できることをやっていかなきゃなって思うようになりました。ずっと私3歳からお医者さんになりたくて、で中学高校の時もお医者さんになりたいって思いながらいたんですけど、やっぱ人間関係ですごくつまずいて、で今後なんかお医者さんになれるのかな、どうしようってすごく悩んだ時期があって、でその時にちょうどなんか獣医という存在も知ったし、あとはコロナ禍が始まったこともあって、感染症って獣医さんが見るんだじゃないけど、獣医さんが担当するんだっていうのを知って、なんか獣医っていいなっていうふうに思ったんですけど、やっぱ人間関係でもすごく悩んだし、その後なんか心の傷ではないんですけど、すごく病院になんか毎週通うことになって、で結局体までダメージが出ちゃったというか、なんかストレスでお腹痛くなったり頭痛くなったりってあると思うんですけど、もうそれにずっとかかってるような状況で、
大学どうしようって考えた時に、やっぱりこのままお医者さんになるっていう道を選ぶと同じように人間関係で悩むかもしれないって思って、大学は雰囲気のいいところというか、自分がなんか人間関係で悩まないような大学に行きたいなって思って、そこで選んだのが獣医という道でした。命を救う仕事に就きたいなって小さい時からずっと思ってたっていうのはまずあると思うんですけど、多分そのきっかけとなっているのが、私があんまり体が強くなくて病院にお世話になることがすごく多かったからっていうのが一番の理由な気がします。小さい時はアレルギーも今もなんですけど、卵と乳製品アレルギーを持っていて、よく病院にお世話になっているのもあるし、あとは中高人間関係でうまくいかなかった時はそれこそ小児科とかにお世話になっていたし、何かと自分の身近に感じるのが医者という職業だったので、それで目指したんだと思います。当時はよりどころとするものがあったらよかったんですけど、本当になくて、友達もいなかったし、相談できるような先生もいないし、でちょっと家族に頼るというよりかは結構家の方も家で大変だったので、よりどころはなかった気がしますなんか時間が経つと少しずつやっぱり心の痛みっていうのは消えてって、で消えていったと同時にちょこっとだけ自分の行動を移そうっていう力が同時に生まれるんですけど、その時に大学は絶対に高校とは違うような雰囲気、環境のところに行こうっていう気持ちがすごく強くて、多分それが脱出するきっかけというか、自分が変わるきっかけだったのかなって思います。でもやっぱ少しずつだと思います。大学1年生の入りたての時はそれこそ人間不信っていう状況で最初は始まったので、なんか褒められた時にちゃんとなんか正直に受け止められなかったりとか、いやこれは裏で何か思ってるかもしれないとか、そんなことを考えての、大学生活がスタートしたんですけど、周りの温かさとか、あとは優しさっていうのにすごく助けられて、でだんだん1年経っていろんなことやってみようかなって足を伸ばして、でそれでまた新しい出会いがあって、そこの人たちも優しくて、じゃあもうちょっと頑張れるって感じでどんどん足を伸ばしていったような気がします。なんかちょっとやそっとじゃもうへこたれないじゃないけど、一回すごい嫌な経験をして、でそれが当たり前になっちゃうといいことか悪いことかは分かんないんですけど、でもまたなんかもう一回ちょっと壁にぶつかってしまった時とかに、いやでも今まではこういう風に乗り越えてきたしなっていう、乗り越えてきた過去があるからこそ、なんか今やっていけるので、獣医学生の良さを広めたいなって思っていて、やっぱり自分が大学生になってで初めてその獣医学っていう世界に飛び込んで、なんて素敵な世界なんだろうって驚きがあったのがやっぱり最初の感想だったので、いろんな人に知ってもらいたいっていう気持ちがすごく強くて、でなんであんまり獣医学生のことを知らない人が多いんだろうって考えた時に、そもそも人数がすごく少ないんだっていうことに最初は気づいて、獣医学生って1学年で、全国的に見ても1000人しかいなくて、6学年分集めても6000人しかいないんですよね。ですごく少ない人数だし、みんなが実際に獣医学生と出会う機会ってすごく少ないと思うので、やっぱり自分からもうちょっと獣医学生ってこういう風な生活をしてるんだよっていうのをもうちょっとリアルに伝えたいし、いろんな人に届いたらいいなって思いながら活動してます。それが今私が情熱を注いでいるところだと思います。やっぱり自分自身をまず最初に大事にすることだと思います。自分があってこそじゃないけど、自分が元気で活動してないとできないことってたくさんあるし、例えば病気にかかって今日一日寝て過ごしましたとかだったらやっぱり辛いし、何も自分ではできないしっていうのがあるので、健康に、そして自分自身が傷つかないようにっていうのは 100% 傷つかないようにっていうのは難しいとは思うんですけど、できるだけ自分がやりたいこと、明るく楽しくできることっていうのを
一番できるようにしたいなって思ってます。私は新しいことに挑戦するのがすごく好きで、本当に小さいことから大きなことまで何でもやりたいっていう方なので人生をこれから進めていくにあたって、私が今までやりたいことっていうのを、なんかリスト化して今100個200個くらいたくさんあるんですけど、それを一から叶えていくのが夢というか今後やっていきたいことです。小さいことだったら新しいお店に行ってみるとか、大きいことだったら自分で一回お店を開いてみたいなっていうざっくりとそんな、大きな目標があります。今挑戦しているのはやっぱり現役獣医学生っていうことを一番にやりたいと思っているので、というかその強みを生かしたいなって思っているので、例えば記事を書いていろんな人に獣医学生の日常というかルーティンみたいなのを知らせたいとか、今ちょうどモデルという職業に挑戦しているんですけれども、駆け出しではあるけどモデルを通して、なんか雑誌に載った時に自分の思いをいろんな人に届けられたらなっていうか、目に留まれるような人になれたらなって思って活動してます。やっぱり周りの人の支えが一番だと思います。何か挑戦したいなって思うことは別に今だけじゃなくて小さい時からずっとあって、でその時その時で挑戦してたことがあったんですけど、やっぱり周りの人に応援されてないっていう状況だとなんかやっててもだんだん疲れてきてしまう。で諦めようかなって思った時に、いや大丈夫だよって言ってくれる人がいないと、そのままじゃあやめようかなっていう、諦めようっていう方に落ち着いてしまうので、今はそんなことはなくて、周りの人がちょっとした新しい挑戦だったりとかした時に背中を押してくれるような人たちに恵まれているので、そのおかげがあって今どんどん新しいことに挑戦できていると思います。じゃあ最後の質問になるんですけど、はい、この YouTube チャンネルを見てくれている方に対してメッセージを伝えてくれたら嬉しいです。チャンスっていうのは自分で掴み取るものだって私は思っていて、なんかチャンスの神様って後ろ髪しかなくて、だから来た時に掴みなさいとか、あとは周りの人にちょっと乗っかってチャンス掴み取れたらいいなみたいな人とかいると思うし、でもなんかその考えを否定するわけじゃなくて、それももちろんいいと思うというか、むしろチャンスを掴んでいくべきだと思うんですけど、でもなんかその100倍自分で掴みに探索していったというか、探して得たチャンスっていうのはすごく価値のあるものだと思うので、そうですね、そのチャンスを大事にしていくのがいいかなって思います。自分が実際にいろんな活動をしていて、なんか人前に立って活動するっていうのはもちろんなんか反応とかをやっぱり意識してしまうというか、いいね数とかインプレッションとか、今 SNS がすごく流行る世界で大事だと考えられがちなんですけど、もちろんそれも大事だと思うけど、そもそも自分がなんでそれをやりたいのかとか、なんで自分はその活動を大事にしていきたいのかっていう根本の部分が間違ってたりとかあやふやだったりとかすると、そのうまくいかなかった時っていう時になんか やらなければよかったなじゃないけど後悔が大きいと思うので、そうですね、自分がなんでやりたいかっていう目的を大事にできるといいなって思います。